はい、皆さんこんにちは。前澤友作スーパーカーチャンネル横溝です。山健です。今日は見てわかる通りですね、富士スピードウェイに来てます。でなんで富士スピードウェイで、このレーシングスーツを着てやってるかというと、ちょっとニュースでね見た方もいると思いますけども、これ見てもらった方が分かりやすいですか。そうですね、はい、ちょっとここにすごいのがあるんで、ということで、フェラーリ 488GT3 エボ、MG のレーシングカーなんですけども、見てね、水色になってますよね。そうなんです。ちょっと簡単にご説明しますけれども、今年ヨギボーレーシングとして私がファナテック GT ワールドチャレンジアジア by AWS というアジアを転戦する国際レースに参戦しておりまして、まず鈴鹿で7月にレースがあったんですけれども、ポールポジションからスタートしたんですが、最初のトップ争いの攻防の中で、2番手にちょっと接触されてしまって、実はクラッシュしてしまいました。車が本当に大破して、もう翌日というよりも、今シーズンレースに出れないような、状況になってしまった中で、ヨギボーレーシングさんとご相談した中で、世界で、もしかしたらレースに出れるという車両が、前澤友作さんの、GT3 ではないかという話に、フェラーリの本社とも話をしながらそういうふうになりまして、あの日の、土曜日のね、クラッシュあと、本当に深夜だったんですけれども、MG にちょっと連絡をさせていただいて、車をお借りできないかということで、急遽、鈴鹿のね次の日日曜日のレースになんとか、車をですね関東にあったものを鈴鹿に運んでそこからヨギボーレーシングが徹夜で作業をして、そして12時約お昼ぐらいですね、ぐらいの、決勝レースに間に合わせて走ったという出来事ニュースがありました。なんでこれが僕がまさに袖ヶ浦でスピンした、真っ黒の GT3 ってことですよね。そうですね。スピン癖がついてないから俺ドキドキしてたんだから本当に右回りしたんでそうなんです。YouTube で、ちょっと皆さん見ていただけるとありがたいんですけれども、シロンとね、一緒にタイムアタックをした GT3 を、お借りしています。お借りする経緯としても、そのヨギボーレーシングさんが正式に、優勝でレンタルという形にはなっているんですけれども、ヨギボーレーシングの木村社長と、そして、我々前澤友作のその本当にまさに男気みたいなところで、出演したということですね。そうですね。なんか僕の元にも友人から、このストーリーすごいねっていっぱい連絡来てたんで、かっこいいねって。で鈴鹿から1週間後の今日ここ富士で、GT ワールドチャレンジラウンド5ラウンド6が開催されているということです。まさかのね展開でね、びっくりという。そうですね、本当になんか僕が寝るギリギリぐらいですよね、連絡取り合って、ちょっと借りるかもしれないみたいになって、その後僕もどうなるかなと思っていろいろ連絡とかあれしたんですけど、その後寝ちゃって、起きたらもう車が運び込まれるみたいになってるから、やべ、寝てる間にめっちゃ動いてると思って、寝るなよと思ってちょうどMG が海外出張中だったんですね。で海外出張で一番連絡を取りたい日本時間の夕方はもうお休みになってたんでもう現地にいる、一緒に行ってるスタッフとかに連絡して、とにかく MC が起きた瞬間に俺は連絡をしたいからみたいな話をしておいて、そして、朝もう本当に朝食の時に LINE じゃこれ間に合わないから電話つないでくれって言って電話をつないでもらって、やり取りをさせていただいたという感じです。そうですね、いやでも本当一晩でね、関東から鈴鹿に車が行ってたんで、行ってからの初めての、戦いはそのラッピングをせずでしたよね。そう、あんな光景初めて見ましたけど。そうなんですあとはやっぱりね、そこでその電話1本で、この1億円の車を貸してくれた MG と、そうですね。そこにはもう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。まさに。うわ、ひで、危ない危ない。おい。最初に当てられちゃってた。ヨギボーレーシングのチーム監督である羽賀監督と藤波清人選手にお越しいただきました。お願いします。お願いします。
この488がヨギボーの元へ渡ったというこの裏側をちょっといろいろ聞いてみたいと思います。すごいこう簡単にはこうできないレギュレーションとかもあって、まずその車で大丈夫かっていう車のレギュレーションの問題と、あとはもう高い1億円ぐらい、ね、するマシンなので、そこに保険をかけないで走らせるのかっていうお話と、あとはドライバーが、それでも走るのかっていうのと、まず何せ貸していただけるのかっていう、そこがもう本当に海外で時差もあったので、そこが一番本当大変でしたという、朝方でしたね、決まったのが。ギリギリまでってことですね。そうですね、本当にギリギリまで粘りました。レーシングドライバーとしてこういうプライベートな方から借りて走るってなかなかないんじゃないですか。そうですね、自分もねここ数年やっぱりレースやってきて、こんなことをまさか予想もしてなかったですし、日曜日本当に車あるんだって、レースできるんだってことにまずびっくりと、あと感謝の気持ちっていうのがすごく湧いてきて、いろんなねその要素としてあったんですけど、保険もとかいろんな関係あったんですけど、でもやっぱり諦めずに最後まで走るっていうのはチームの軸として横道さん含め監督含め、変わらなかったので、それが日曜日の決勝のグリッドに並べた形となった瞬間かなと思います。はい。っていうかね、山県保険がとか言うじゃん。全然レース始めたら気にしてなかったよ。ね、監督。全然気にしてなかった。おいおい、ちょっと気をつけながら、今日はデータ取りでいきますとか言ってる。もうガンガンいっちゃって。やっぱり乗ったらやっぱりそこそこ勝負しなきゃなっていう風にちょっとスイッチ入っちゃって、あの時ってその車両入れ替えの、ペナルティーの実際にかかっていて、3分ピットストップで止まらなくてはいけなかったんですね、他のチームよりも。なんで勝負権が、正直なくなってる中でスタートだったんですけど、結果25台中13位でチェッカーを受けて、そして普通のラップタイムもそのままいけば表彰台に乗れるタイムで走れたっていうことで、車もそうだし、やっぱりヨギボーレーシングのチームの底力っていうのはやっぱり他のチームにも見せられたんじゃないかなと思いますね。確かにそうですよね。60分のうちの3分間のピットストップですもんね。もう絶望的な、そうですねペナルティーでしたけど、やっぱそういうところでたくさんの人たちがやっぱりこう応援してくれたし、 SNS でもやっぱりこう応援してくれてたし、で僕はチェッカードライバーだったんですけど、チェッカーを受けた後にみんなニュースを知ってるわけなんで、一周ねこう終わってピットに戻るときに各コーナーで観客の方たちがヨギボーフェラーリを指さして拍手してくれてる。それはもう本当に感動的でしたね。本当に奇跡の、一日だったなと思います。監督としてはどういう今日は戦いを。今日ですか。はい。4番手グリッドからですけど、射程圏内なので、十分優勝も狙えるところにいるので、粘り強くどんどん追い上げていってもらって、表彰台1位、真ん中。楽しみですね。MG の車が表彰台に行って楽しみです。ありがとうございます。お願いします。ラッピングされて。触っていいの？こういうところはもうあのままです。あのままだ。はい。こんなむき出しだった。はい。これ乗ったよ。はい。袖ヶ浦で対話だ紹介初めまして。平井と申します。ありがとうございます。頑張ってください。はい、頑張ります。ちょっと昨日2位です。すみません。どうなってもいいんだけど。いやそれはもうちょっと。僕もねまだ1回だけしか乗ったことない。ほぼ新車なんで。
まあついにね、今日ちょっと勝負の日曜日なんで、まあちょっとペナルティーストップ、昨日2位だったんで、そういうのがあって10秒ハンデとかあるんですけど、まあそれを覆してしっかり追い上げていくんで頑張ります。こんな感じでいいんだ。ホームストリート上なんで、4番目のスタートではあるんで、そのまま整ったままスタートします。なるほど。For all the drivers, who is going to get the hammer down first when the lights go green? And from third row, the second of those Mercedes is really on a fly. Jasmine Jafar doesn't seem to want to settle for sixth.どうなの今のところは。ちょっときついっすね、今は。重たいの。重たいです。アーガイが前なんだ。あれを抜けば、実質3位って感じなんで、表彰台です。7秒差です。残り7周かな、7周です。今ポジション4です。1秒縮めると。毎週1秒。必死よ。まださっきより開いてる。ああ縮まってる。決まっていますね。いやあと2、3周ってことなんで。入れるよこれ。7.8 seconds at the end, sort of immaterial, but that was another good run for the 30 crew. And super close. Which Ferrari's going to get in third place? Well, it's going to be Car Guy Racing, or is it? It's super close.マジ惜しかった。直樹さんナイスファイト。ナイスファイト。すごいよ。ナイスファイト。最終コーナーで、もう一度は3位に上がったんですけど、やっぱりちょっと車今回ハンディウェイトで重かったりとか、そういうところでちょっと抜いたんですけど、また抜かれちゃいましたね。めっちゃ良かったです。ただまあまだチャンピオンも可能性残ったんで、このまま頑張りたいと思います。応援ありがとうございました。すげえじゃん。8秒の追い上げでしょ。最後 0.0 秒ですね。最終コーナー確かに抜いたんですけどね、加速で。あ、本当。はい、抜いてたんです。だけど最終のストレートでやっぱ重さで。重さでやられてましたね。けど感動した。ありがとうございました。いや、車最高でした。ありがとうございます。次以降も頑張って。頑張ります。またどっかで見に行くよ。ありがとうございます。まだもうチャンピオンかかってるんで、これでチャンピオン争い生き残れたんで、はい、頑張ります。ありがとうございます。みんなありがとう。お疲れ様。ゆっくり休んで。俺もレーサーになりたいな。今から。お疲れ様でした。いやー、すごかった。60分のレースが終わり、最終的に本当もうこの僅差で 0.1 秒ぐらいだったのかな。で、表彰台惜しくも逃すという4位でしたが、いやー、惜しかった。いやでもすごかったですね、最後の直樹さんの追い上げ。MG と一緒に見てたんだけども、どんどん盛り上がって、
いけーって叫んでたんで、本人もこのギリギリ勝てなかったっていうところに MG 本人もちょっと悔しいってなってたんで、逆にまた次っていうモードがあったんで、これもしかすると MG スーパーカーチャンネルは MG レーシングチームにっていうぐらいでも本人楽しんでました、本当に。MG の車っていうのは今年のレース全線に使用するっていう話なんで、この富士だけではなくて、次戦菅生であったり、その他年内は戦うんで、どっかでまた表彰台、そして優勝というのに立っていただければと思います。ということでお疲れ様でした。ありがとうございました。The Ferrari alongside of Naoki Yokomitsu, the lights go green, a good start by Hoshino in the Aston, a bad start really by Sutter Interior Cool, wasting all the hard work and qualified left curve goes Cosolino, looks to the inside of turn 8, door closed, finally a win for Yogibo Racing for Naoki Yokomitsu and Kyoto Fujinami. And they are absolutely delighted. Okayama International Circuit. It says on the graphic it's 11 turns. I've counted. もう会心のポールおめでとうございました。うちらはもう勝つしかチャンスはないので、もうとにかく最初からプッシュして、今日はとにかく勝ちたい。Looks like a really good start from Prince Abu Bakar. Look to treble 8, could be taking it. Oh, had a look up the inside the first corner, but had a problem in the second qualifying, bear in mind. So it's in the driver's mind, pit in to pit out. For GT4, the clock is not his friend at about 5 minutes and 40 seconds. The Akiland Racing GT4 Toyota between the pair of them. Naoki Yokomitsu qualified on pole position for Yogibo Racing, and his teammate has flashed through to take victory. They're second of the year. Kyoto Fujinami all have worked out. It's a fun track to drive on. It's a very hard track.